2025年、年の瀬。街がクリスマスムードに包まれる中、ある衝撃のニュースが飛び込んできました。なんと、ちいかわが実写ドラマ化されるというのです。なんか小さくて可愛いやつでおなじみのちいかわ。その癒しと哀愁に満ちた世界観は子供だけでなく、むしろ大人たちの心を掴んで離しません。2020年代後半、日本中でちいかわ旋風が巻き起こりました。マクドナルド、くら寿司、ファミリーマート、様々な企業とのコラボで売り上げを大きく伸ばし、2025年にはちいかわ関連の経済効果はなんと500億円規模に。さらに推し活需要や SNS の拡散力に乗ってアジア圏でもじわじわとブームが拡大。グッズ、イベント、観光、ちいかわ経済圏はもはや世界規模となっているのです。そんな中、浮上した驚きの話題。ネットフリックスでちいかわ実写ドラマ化企画中。実写化に対する原作ファンの反発は想像に難くない。ちいかわを実写でどう表現するの？原作の空気感が台無しになっちゃうのが目に見えてる。キャラの可愛さが台無しになる予感しかない。実写化とか怖すぎでしょ？ちいかわに人間の顔は求めていない。聞いてもいないが聞こえてくる。これが世間の声だろう。では、なぜ実写化なのか。映像業界では人気 IP の実写化が相次いでおり、売れるものを徹底的に活用する動きが一層強まっています。ちいかわもその商品価値の高さから、なんか大きい人間たちのターゲットとなってしまっているのです。ちいかわはただのキャラクターではありません。癒しと共感、そして時折見せる切なさが現代を生きる私たちの心をそっと包んでくれました。だからこそ、その世界観が壊されることに誰もが敏感になるのです。注目ポイントは何といってもキャスティング。ちいかわ役に名前が挙がっているのはまさかの山田孝之。演技派という言葉では収まりきらない俳優山田孝之。勇者ヨシヒコシリーズ、闇金牛島くん、全裸監督、聖お兄さん、ジョジョの奇妙な冒険など、数多くの漫画、原作ものの実写化作品に出演し、その振り切った演技と憑依レベルの役作りで話題をさらってきました。彼の出演作は原作ファンからも高い評価を受けることが多く、キャラクターの表面的な模倣にとどまらず、作品の世界観そのものに溶け込む演技が持ち味です。今回演じるちいかわにはセリフがありません。言葉ではなく、呼吸、目線、仕草だけで感情を伝える。そんな究極の無言の演技が求められます。それでも山田孝之であればという期待の声が上がっているのは、彼のこれまでの実績があってこそ。実写化にありがちなキャスティングの違和感を彼のキャラ再現力が打ち消してくれるのではないか、そんな前向きな予想も飛び交っています。その他のキャストは交渉中だというが、そうそうたる顔ぶれである。まさかのベテラン俳優&おじさんたちの顔ぶれがずらり。ちいかわの親友、八割。いつも前向きで優しく、困難な状況でもなんとかなれと声を上げ、まっすぐ突き進むポジティブな姿勢で多くのファンを魅了してきました。言葉が流暢で社交的、楽天的な性格で、ちいかわがピンチの時には手を差し伸べ、自作の歌、独り言で場を和ませるなど、物語のムードメーカーでもあります。その明るさと優しさは、ちいかわにとっての精神的な支えでもあります。そんな八割役として名が挙がっているのが千葉雄大。
可愛いという第一印象を役ごとに変化する豊かな表情と感情表現で鮮やかに裏切る、まさに変幻自在の俳優です。8割の前向きさ、繊細さ、そして優しさをナチュラルに演じきれる稀有な存在。千葉雄大の持つ透明感と演技力が8割というキャラクターを新たな次元へ導くかもしれません。うらはーといった短い言葉を断片的に発するだけ。ハイテンションで自由奔放、突如規制を上げて跳ね回ったかと思えば、危険な討伐にも果敢に突っ込んでいく破天荒で行動予測不能なキャラクター、うさぎ。一見クールでマイペースなように見えて、実は仲間思い。ちいかわや8割の背中を押すような絶妙なタイミングで寄り添う場面もあり、作中でも非常に印象深い存在です。そんな常識の枠を軽やかに飛び越える破天荒さは、まさに俳優佐藤二朗の真骨頂。言葉ではなく、瞳、表情、仕草で伝える演技に長けた佐藤なら、うさぎの感情や思考をにじませることができるはずです。型にはまらない。予想を裏切る。だけど、どこか愛惜しい。佐藤二朗の演じるうさぎは、原作を知る者にとっても、ありかもしれないと思わせる説得力を持つでしょう。ちいかわたちに優しく接し、プレゼントを贈ったり、お祝いをしてくれたり。そんな優しいおじさんがポシェットの鎧です。口数は少なく、不器用だけど心の温かさは誰よりも深い。ちいかわたちにとっては、まさに理想の大人のような存在です。そんなキャラクターを演じるのは、俳優遠藤憲一。こわ表のルックスと低い声。それでいて、漂うユーモアとお茶目さ。シリアスからコメディまで自在にこなす遠藤さんは、ギャップの演技にかけては右に出る者がいません。最近では SNS でも可愛い癒されると話題になるなど、今や怖いだけじゃなく愛される遠藤さんとして世代を超えた人気を誇ります。ポシェットの鎧が持つちょっと不器用でもすごく優しいという空気感を、遠藤憲一がその瞳と佇まいで自然に醸し出してくれることでしょう。よこせ、慰めろなど命令口調で迫ってくる自己中心的なキャラ、モモンガ。ちいかわたちから食べ物を奪い取ったり、泣き真似で同情を買ったりと、腹黒くてトリックスター的な存在です。でもどこか憎めない。むしろ、可愛い。計算高くも小悪魔的な魅力で、視聴者の心をかき乱す不思議なキャラクターです。この癖の強い役にふさわしいのが俳優ムロツヨシ。うざいのに愛されるという難しいポジションをドラマ、映画、舞台で何度も成功させてきた稀有な存在。コミカルさの中に見え隠れする繊細さ、あざとさの中に垣間見える純粋さ。ムロツヨシはその両面を圧倒的な説得力とテンポ感で表現してくれます。見ているうちにやっぱり好きかもと思わせてしまう不思議な吸引力。モモンガというキャラクターの愛されるうざさはムロツヨシが最も得意とする領域です。ちいかわたちの働きぶりを見守り、時に指導し、時にあしらう。厳しさと優しさの間に立ち、フラットながらもどこか親身。それが労働の鎧です。言葉数は少なく無表情に見えて、実は誰よりも温かい目線で周囲を見ている。黙って背中を押すタイプの大人として、ちいかわ世界でも深い信頼を得ているキャラクターです。この絶妙な距離感を演じるのは名優松重豊。脱力系から重厚な役まで演じ分ける幅広さに加え、セリフのわずかな表情の変化、呼吸一つで感情を語ることができる職人的な演技力の持ち主です。
孤独のグルメで見せた静かなる存在感はまさに労働の鎧そのもの。2025年には俳優星野源との私的な韓国旅行が SNS で話題になるなど、リアルでも優しいけど気取らないおじさんとして広く支持されています。松重豊が演じることで、労働の鎧はただの管理者ではなく、ちいかわたちの成長を静かに支えるもう一人の保護者として描かれることでしょう。ローというラーメン屋を切り盛りする無愛想で口数も少ない職人かたぎのキャラクター、ラーメンの鎧。決して多くを語らず、笑顔も見せない。それでも温かいラーメンを丁寧に差し出すその姿には確かな優しさとサービス精神がにじんでいます。そんなラーメンの鎧を演じるのはタモリ。芸能界屈指の食通として知られ、特にインスタントラーメン札幌一番のアレンジは伝説級。料理番組で披露したその独自レシピは評論家からも絶賛され、 SNS でも広く真似されるほどです。そしてタモリの持つひょうひょうとした人柄、感情を抑えた演技、言葉に頼らない間の演出はラーメンの鎧そのもの。話しすぎず教えすぎず、でも目の奥でちいかわたちを見守っている。タモリの静かで深い眼差しがラーメンの鎧に本物の味わいをもたらしてくれるはずです。いつも笑顔で誰にでもフレンドリー。嬉しいさと満面の笑みを浮かべるその姿は見ているだけで癒される存在、シーサー。一方で実は努力家で真面目な一面も。ラーメンの鎧さんにここで働かせてくださいと頭を下げ弟子入りを志願した。門前払いされかけたもののシーサーの熱意が通じ、見習いアルバイトとして採用されます。超難関のスーパーアルバイター資格を持ち、ラーメンローでの修行にも真剣に取り組むなど、愛される非キャラでありながら芯の通った実力派でもあります。ラーメン作りや接客を学びながら、さらにお酒の資格取得にも挑戦するなど、常に向上心を持って努力する。そんな明るさの裏にストイックさを持つキャラクターにぴったりなのが俳優鈴木亮平。役柄に合わせて体重を増減し、知識の習得にも妥協しない探求心。演じるキャラクターに真摯に向き合う姿勢はまさにシーサーそのもの。嬉しいさの笑顔に内側からにじみ出る説得力を添えることで、シーサーはただの癒し系キャラではなく、しっかりと地に足のついた魅力的な存在として描かれることでしょう。マイペースで酒好き、ちょっとふてぶてしいけれどなぜか放っておけない。それが栗まんじゅうです。独特の間合いと落ち着いた口調、そしてどこか色気のある佇まい。決して慣れ合わず自由気ままなようでいて、実は人に教えることに喜びを感じるような懐の深さも持ち合わせています。そんな栗まんじゅうを慕うのがシーサー。シーサーは栗まんじゅう先輩と敬意を込めて呼び、お酒の楽しみ方やペアリングを教わるなど、師匠と弟子のような関係性が築かれています。2人のやりとりには言葉以上の気遣いと信頼感がにじみ出ています。この渋くてちょっとだらしない、でも妙にかっこいい先輩を演じるのはチョコレートプラネットの松尾。高い演技力に加え、落ち着いた声と見た目のギャップが絶妙で、栗まんじゅうのだらしなさと深みをちょうどよく包み込むバランス感覚を持っています。松尾の演じる栗まんじゅうは、その佇まい、声、そして見た目までもが栗まんじゅうパイセンそのもの。ちいかわ世界における最強の討伐者、ラッコ。軽やかに敵を倒すスピードと圧倒的な戦闘能力。
誰もが尊敬する存在でありながら、見た目は可愛らしく、どこか抜け感のあるマイペースさも併せ持っています。そのギャップに思わず好きにならずにいられないという声も多いキャラクターです。そんなラッコ役に名前が挙がっているのが佐藤健。確かな身体能力に加え、アクションを美しく見せるセンス、そしてストイックな役作りへの姿勢。どんな役でも自然に馴染む感情のコントロール力は、ラッコの静と動の両面を表現する上で大きな武器となるでしょう。一方、バラエティ番組や SNS などで見せる穏やかでお茶目な一面も、ラッコの可愛い側面とリンク。佐藤健が演じることで、ラッコは強さと優しさを兼ね備えた存在として、より魅力的に映るはずです。白い毛にピンクのお腹、つぶらな瞳に角のような突起。一見すると、ちいかわたちと同じく可愛い存在、でも何かが違う。それがあの子と呼ばれるキャラクターです。言葉は発さず、どこか寂しげで、でもどこか危うい。誰とも深く交わらず、ただ静かに存在しているだけなのに、目を離せない。そんな謎と闇をまとったあの子は、ちいかわ世界の中でも得意なポジションを占めています。この可愛くて怖い、孤独で切ない存在を演じるのは、阿部サダヲ。コミカルからシリアスまで振り幅の広い演技力で知られる阿部は、無言のままでも目の動きやわずかな表情だけで感情を伝えることができる俳優。あの子に求められるのは、感情を説明せずににじませる演技。そして見る側になぜか気になると思わせる不穏さと儚さの同居です。阿部サダヲがそこにいるだけで、あの子はあの子になる。声なき存在に奥行きと物語を宿すことができる俳優です。見た目はプニプニの白い幼虫。甘い卵焼きのような匂いがして、もちもちの体。ちいかわたちとじゃれ合う姿が愛らしい癒し系キャラ、カブトムシ。この無垢で純粋な幼虫時代を演じるのは子役佐藤佑。あどけない表情と自然体の芝居がカブトムシの可愛さそのままを映し出します。しかし物語が進むと、彼は本来の姿、めちゃマッチョなカブトムシへと進化を遂げます。そしてその進化後を演じるのが俳優大沢たかお。圧倒的な肉体美と包容力ある演技、そして大人の余裕を感じさせる存在感。進化したカブトムシの強さと優しさを兼ね備えたカリスマ性を説得力たっぷりに体現してくれることでしょう。この見た目も中身も大変身を2人で演じ分ける構成により、カブトムシというキャラが持つ成長とギャップのドラマがより豊かに描かれるはずです。カニのような姿で古本を売り歩く謎のキャラクター、古本屋さん。とても親切で人当たりのいい静かな善人。この役に選ばれたのが俳優小栗旬。華やかな役から影のあるキャラまで自在にこなす小栗さんですが、特に光るのはセリフに頼らない佇まいで見せる芝居。古本屋さんのように内面に豊かさを秘めたキャラを演じた時の説得力と深みは群を抜いています。小栗旬が登場するだけでその場の空気が変わる。そんな俳優だからこそ、古本屋さんという一風変わったキャラにも落ち着きと物語性をもたらしてくれることでしょう。その名の通り、大きくて強いちいかわたちの世界に突如現れる謎の存在で、かつよ、見た目は巨大で凶暴そう。角があり、声も大きく周囲を圧倒する圧倒的なビジュアル。しかし争いを好まず、心優しくて仲間思い。あの子と心を通わせるシーンもあり、
見た目とのギャップに好きになってしまうという声も多いキャラクターです。そんなインパクト抜群の外見と内面の温かさを絶妙に両立できるのが俳優生瀬勝久。癖の強いキャラを演じさせたら右に出る者がいない一方で、ふとした瞬間に見せる笑顔や間の取り方に人間的な優しさがにじむ名優です。力強くちょっと怖い、でも目を合わせると優しい生瀬勝久が演じることで勝代というキャラクターはただの怪物ではなく心を持った存在としてリアリティを得るでしょう。その熱と温度差、見た目もバッチリです。実写ちいかわ最大の特徴はやはりキャストがおじさん中心の構成。主人公のちいかわ山田孝之をはじめ登場キャラの大半が40から60代の実力派男性俳優というまさかの布陣。原作の可愛いをビジュアルではなく精神で表現する挑戦なのかもしれません。大人たちがふざけているようでどこか本気。似せるのではなく重ねることでちいかわたちの別の側面が立ち上がる。そんな実写版の可能性にあなたはどう向き合うでしょうか。果たしてファンは受け入れるのか。いや、受け入れざるを得ないほどの説得力がそこにはあるのかもしれません。まさかのおじさんだらけのちいかわ実写化。続報を期待と不安で待つしかありません。